こんにちは、ワンスヒューマン。ねえねえ、今日は新しいスピンオフ、ライドゾーンズについて教えてあげるゲタン。お、よろしく。なんか新しいモードが出たって聞いたけど、どんな感じなの？それがね、まず、ライドゾーンで一番やばいこと、想像つくゲタン？例えば、一生懸命集めた資源、頑張って建てた。お家、それがね、ゲームしてない。そう、ログアウトしてる間に、他のプレイヤーに襲われて、全部奪われちゃう。なんてことが普通に起こるゲタン。嘘でしょ？寝てる間に丸裸にされるってこと？そう、それがライドゾーンの日常なんだゲタン。拠点壊されたってことじゃん？あ、なくなっちゃった。そういうことなんだ。まさに、最悪のケースはログアウト中。ってやつだゲタン。でも、だからこそスリリングで面白いんだけどね。いきなりワードだな。そもそも、そのレイドゾーンって何なの？まずそこからだね。ワンスヒューマン、ライドゾーンは、ワンスヒューマン本編から発出した新しいスピンオフ作品で、とにかく PVP、つまりプレイヤー同士の戦いに特化したモードなんだゲタン。本編の生存、探索、建築っていうコアな要素は、そのままに PVP のあれ役立つとか、こうソウルルが新しくなって、もっと純粋な弱肉強食の世界を体験できるゲタン。弱肉強食か。本編も結構大変なのに、それ以上ってこと？その通りだゲタン。今はアーリーアクセス中で、正式リリースは7月の予定。正式版では専用サーバーとかキャラクター、引き継ぎの独自ルールも出てくるみたいだゲタン。じゃあ具体的には何をして生き残るの？いい質問だゲタン。基本プレイ、生き抜け、見てろ、多いトレ。基本はゼロから資源を集めて、装備や食料をクラフトして、この終末世界で生き残ることを目指すゲタン。自分の領地を建てて、他のプレイヤーからの攻撃やリーヤクダッから資源を守らないといけないんだゲタン。やっぱり拠点は大事なんだね。他のプレイヤーからの攻撃って誰でも攻撃していいの？そうなの。チムやパテイメンバー以外はみんな敵。プレイヤーも建物も自由に攻撃できて、資源をめぐって激しい略奪戦が日常茶飯事だゲタン。どこもかしこも戦場じゃないか。何か特別な力とかないとやっていけなそう。そこがレイドゾーンの面白いところでもあるゲタン。差別化要素、デビエーションと世界の消滅。まず、戦闘型、デビエーションっていうのがあって、これは全く新しいスキル効果、操作感を持ってるゲタン。戦術の幅がぐえんと広がるんだゲタン。そしてもっとやばいのが、次元界の密造と漂流物から次元界の残片を集めて2社を育てると、マニブスっていうのを召喚して降臨させられるゲタン。マニブスなんだか強そうだけど、何が起こるの？それがね、範囲内にもののすごい大ダマジを与えて、大規模な次元界の空洞を作り出すんだけど、その大小として次元界そのものを破壊して、サバが早期に休息期間に入ってちゃうことがあるゲタン。やるかやらないかは、プレイヤー次第ってわけだゲタン。世界を終わらせるスイッチみたいなもの、そんなの使って大丈夫なの？使うタイミングと覚悟が試されるゲタンね。そして、さっきも言ったけど、やられた時のルールも厳しいゲタン。ログアウト中も危ないってはなしだったよね。もうちょっと詳しく教えてほしいな。もちろん。死んだら全ロスト、有弾大敵、でも少しの安らぎも。まず、キャラクターが死亡すると、持っている物産の大部分をその場にドロップしちゃうゲタン。やっぱり全部取られちゃうんだ。そして、オフライン中もキャラクターはワールード内に残ったままだから、いつでも攻撃されるリスクがあるゲタン。だから、密閉型の領地をしっかり作って、隠れたりして、安全を確保するのが超重要だゲタン。
寝てる間もキャラクターがそこにいるなんて、キーが休まらないよ。何か守られる時間とかないの？あるゲタン。そこはちょっと安心ポイントで、サバ時間で、毎日深夜0時から、翌中12時までは、建物が完全ダマゲ減減状態になるから、その時間は、少し安心して、眠れる、かもしれないゲタン。へえ、それは助かる？野中は責められないってことか。ところで、普通のワンスヒューマンとは、具体的に何がそんなに違うの？通常版との違い1、目指す場所が違う。まず、ライドゾーヌは、さっきも言ったけど、純粋で強度な PVP 体験を提供することが目的なんだゲタン。一方、通常のワンスヒューマンは、これからも色々なセナリオ、例えば、同時に追加された PVE セナリオ、7夢だまたみたいに、いろんなテームでうねいされていく予定っぽいゲタン。なるほど。本編はいろいろな遊び方ができるけど、レイドゾーヌはとにかく PVP に振り切ってるって感じなんだね。その通りだゲタン。だから、アイテムの扱いも全然違うゲタン。通常版との違い2点持ち込み禁止。1から勝負。ライドゾーンでは、装備もアイテムも、デビエーションも、全部このモードの中で手に入れる必要があるゲタン。本編のエタナルランドや、時空バーグから物資を持ち込むことは、一切できないし、本編の武器設計図やモッド、アタッチメントも使えないゲタン。エーツ、本編で頑張って。集めた強い武器とか、全然使えないの？それはショックだな。そうなんだゲタン。でも逆に、ライドゾーヌ内の装備や防具、戦闘の威力は PVP に特化して設計されてるから、よりハックネスした戦いが楽しめるゲタン。ライドゾーンで手に入る設計図やアタッチメント、デビエーションもほとんどがライドゾーン専用で、他のモードには持ち出せないゲタン。完全に別物として考えた方が良さそうだね。他にもルールで違うところはある？いっぱいあるゲタン。通常版との違い3、ライドゾーン特別ルール。まず、さっきも言ったけど、ハイブクランみたいなもの、勝ち無メンバー、以外のすべてのプレイヤーと建築物は、自由に攻撃可能で、キャラクターが死ぬと、大部分のブーシをドロップするゲタン。それはもう覚えたよ。あと、ログアウト後も、キャラクターは、ワールド内に残るから、しっかり隠れること、だゲタン。そして、プレイヤーは、領地コアを最大3つまでしか持てないゲタン。さらに、このモードでは、引っ越しテレポトは、一切禁止だゲタン。テレポート禁止？広いマップなのに移動がめちゃくちゃ大変じゃない？そうなんだゲタン。だから、どこに拠点を作るかがすっごく重要になるゲタン。でも、領地の外にも板材とかで仮設の建築ができるようになったから、ちょっとした隠れ家くらいは作れるゲタン。そして、建物のダメージ軽減時間は、さっき言った通り、毎日0時から12時までだゲタン。なるほどね。他にも遊び方で違うところはあるの？通常版との違い4、遊び方もガラッと変化。まず、オープンワールド内のすべてのハーコハパブリック報酬になってるゲタン。下級資源ハーコハ20分、中級派1時間、上級派6時間でリスポーンするから、見つけたら積極的に開けたいゲタン。野外にはたくさんの廃車やゴミ山、宝箱が新しく配置されてて、そこからも大量の資源が手に入るゲタン。これも全部パブリック報酬だゲタン。早い者勝ちってことか。資源集めも競争が激しそうだね。だゲタン。あと、本編にあるモノリスとか収容サイロ、パブリックイベントみたいな PVE 要素は、ライドゾーンには一切ないゲタン。すべてのプライがワールド内で結結するんだゲタン。本当に PVP に集中してるんだね。乗り物とかはどうなるの？テレポート内なら重要じゃない？乗り物のルールも大きく変わったゲタン。まず、乗り物には所有権がないゲタン。つまり、誰でもすべての乗り物を操作できるし、携帯召喚もできないゲタン。ええ。じゃあ、
銅板に。置いてある車とか、誰でも乗っていいってこと。その通りだゲタン。野外で修理すればすぐに運転可能な乗り物も登場するから、ガレージがなくても手に入れられるようになったゲタン。ただし、今のバージョンでは、乗り物の製造や外観、変更はできないけど、6月のアップデートで、実装予定らしいゲタン。見つけたら、ラッキーって感じか。それはそれで面白そうだな。なんだかんだ聞いてると、ちょっとやってみたくなってきたかも。このレイドゾーンってどうやったら遊べるの？ライドゾーヌへの参加。ほうほう、誰でもウェルカム。アーリーアクセス期間中はテストの利便性を考えて、ワンスヒューマン本編のシナリオ画面から申し込み選択するだけで参加できるゲタン。将来的には専用のエントリー画面ができる予定だゲタン。ちなみに、キャラクターの外観とかのアセットは本編とライドゾーンで共通して使えるゲタン。へえ、じゃあ何か特別な権利とか予約とかはいらないんだ？いらないゲタン。事前予約もテスト参画権の取得も不要で、すべてのプレイヤーが対象サーバーに直接アクセスして、自由にプレイできるゲタン。おお、それは手軽でいいね。ちょっと怖いけどドキドキするね。ふふふ、そうでしょう。スリルと達成感が半端ないから、ぜひ挑戦してみてほしいゲタン。